今日はブロッコリーガレットを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、ブロッコリーガレットを作っていきたいと思います。ブロッコリーをたっぷり使ったとてもボリューム満点なガレットを作っていきます。大きめのブロッコリーを1/2個丸々使っていくんですけれども、とても食べ応えのある仕上がりになります。今回ね、24センチのフライパンを使っていくんですが、上手に裏返す方法もご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。ブロッコリー、小ネギ、玉ねぎ、とろけるチーズ、しらす、片栗粉、卵、お酒、お水、鶏ガラスープの素、おろしにんにく、オリーブオイル。今回はこちらの材料を使って作っていきます。まずブロッコリーなんですが、全体で 250g ほど使っていきます。今回私が使っているブロッコリーは少し大きめなので1/2個になります。こちらは目安にしてみてください。小ぶりなものだとね、1個で約 250g 前後になると思います。そして今回ブロッコリー以外に玉ねぎ、小ネギ、しらす、あとはチーズを入れていきます。この具材はね、お好みで OK です。もしね、シンプルに作りたい場合はブロッコリーとチーズだけでも OK です。そしてプラスあとは卵も使用していきます。卵を加えるとね、ちょっとまろやかさとボリューム感も出て美味しい仕上がりになります。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずはじめにブロッコリーを洗っていきます。ブロッコリーはね、このつぼみの方に結構ね、ゴミが溜まりやすかったりするので、こちらを下にして一度沈めてください。このままですね、水にだいたい5分ほど浸します。そうすることでつぼみとつぼみの間がね、広がってブロッコリーの汚れが取れやすくなります。時間がない時はね、このようにブロッコリーをゆすりながらね、洗ってみてください。時間がある時はね、一度5分ほど浸しましょう。ではね、ブロッコリーを浸している間に小ネギを切ります。小ネギは水洗いして水分を拭き取ってください。そしたらまず根元を切り落とします。そして半分に切ってまた揃えて半分に切ります。あとは切り口を揃えて小口切りにしましょう。はい、小ネギはこのように小口切りにしてください。それでは続いて玉ねぎですね。こちらはみじん切りにしていきます。切りやすい方法でね、切ってください。では切っていきます。ブロッコリーとね、馴染みやすいようにちょっと細かめにみじん切りにしてください。玉ねぎはこれで OK です。はい、ブロッコリーもね、5分経ちました。そしたらですね、このようにゆすってそしてきれいに洗っていきましょう。ちょっとね、こすりながらこのようにゆすってください。はい、 OK です。しっかりね、水を切りましょう。そしたらですね、一度ペーパーで水分を拭き取ります。そしてまずね、この茎と房の部分を切り離します。この茎の部分ですね、こちらも食べれるので、まずこの乾燥してる部分を切り落としてください。そしてあとはですね、こうやって見ていただくと分かるんですが、ここにちょっと線が入ってるの分かりますかね。ここから外側ですね、皮の方は筋しくて硬いので、ここからね、皮を切り落とします。このようにね、皮を切り落としてください。そしたらこちらはですね、まず薄くスライスします。またね、適当に切って、はい、そしてみじん切りにしてください。茎の部分はこのぐらいのみじん切りにします。そしたらね、ボウルに入れましょう。あとはね、この房の部分ですね、まずね、小房に分けてください。そしたらこちらも茎の部分ですね、ここを切ります。茎の部分からね、同じようにみじん切りにします。ざっくりね、切っていただいて OK です。このね、小房についてる茎の部分は皮が結構柔らかいので、皮はね、取り除かなくてもいいかなと思います。はい、このようにざく切りにします。そしたらこちらもボウルに入れます。そしたらこのつぼみの部分ですね、こちらも適当にね、ざく切りにしていきます。
こんな感じでね、適当にざく切りにしてください。こんな感じです。つぼみはね、こうやって結構散らばるので、一番最後にね切っていただいた方がいいかなと思います。はい、このようにね細かく切ってください。そしたらこちらもボウルに入れましょう。はい、ブロッコリーはこのように細かく切ってください。では続いて卵ですね。こちらはあらかじめ溶きほぐしておきましょう。これをよく混ぜます。卵の準備はこれで OK です。それでは具材を合わせていきます。まず小ネギ、そして玉ねぎ、あとはしらす、そしてとろけるチーズ、あとは片栗粉、そしてお酒、鶏ガラスープの素、あとはおろしにんにく、そして卵液を流し入れます。全部加えたらよく混ぜてください。ムラがないようにねしっかり混ぜましょう。このようにねよく混ざれば OK です。それではフライパンで焼いていきます。今回は直径24センチのフライパンを使います。まずここにオリーブオイルです。こちら半分入れてください。そして火にかけます。火加減は中火です。一度ね油を広げます。30秒くらいですね。一度温めてください。はい、で温まったらここに具材をすべて入れます。入れたらですね火加減弱火にしてください。そして具材をねフライパン全体に広げます。形をね整えましょう。上からもこのように押さえつけて、できるだけ隙間がないようにねこのように形を整えてください。はい、OK です。このように形を整えます。そしたら蓋をして火加減弱火のままです。このまま焼き色がつくまで焼いていきます。はい、今ね6分ほど経ちました。そしたら蓋を開けます。このようにね先ほどよりもブロッコリーの色が鮮やかになったの分かりますかね。このぐらいになってしっかりね焼き色がついてれば OK です。そしたらね裏返します。裏返す時なんですが、直径24センチの場合はこのままねヘラを使って裏返すのが難しいので、一度こういった蓋またはお皿に移します。やりやすい方で OK です。今回私はねこの取っ手付きの蓋を使います。やけどしないようにこの蓋に移動させてください。そしてこのまままたやけどしないようにフライパンをかぶせて、そして裏返してください。よいしょ。このようにね美味しそうに焼き色がついてます。そしたらもう一度火にかけましょう。火にかけたら今度は余ったオリーブオイルを縁に入れてください。そして全体になじませます。そうするとね両面カリッとした仕上がりになります。そしたらもう一度ねヘラで押さえつけて、そしてまたねこんがり焼き色がつくまで焼いていきます。今度はね火加減弱めの中火ぐらいで OK です。いい感じに焼き色がつくまでね焼いていきましょう。はい、 OK です。片面は1分から2分ぐらいですね焼き色がつくまで焼いてください。このようにね美味しそうに仕上がりました。それではお皿に移したいと思います。はい、これでブロッコリーガレットの完成です。こんな感じに仕上がりました。表面はこのようにカリッとして、中はですねブロッコリーがたっぷり入って美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。表面がカリッとしててすごく美味しいです。そしてブロッコリーの食感も楽しめて、さらにこのしらすがねいい味を効かせてます。食べ応え抜群です。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のブロッコリーガレットのポイントです。まずブロッコリーの量なんですが、今回私はね2分の1個使ってます。グラムで言うと正味 250g 使ってます。この正味というのはですね茎の皮を切り落とした状態ですね。そして全部合わせて 250g になってます。こちらのグラムはね目安にしていただけたらと思います。そしてブロッコリーを洗う時なんですが、つぼみの部分を中心にお水に5分ほど浸してみてください。そうすることでつぼみ同士に空洞ができて汚れが落ちやすくなります。
もし時間がない時はね、しっかりねつぼみの部分をお水の中でゆすって汚れを落とすようにしてください。そして切る時なんですが、まずはじめに茎の皮付近のところはすごく筋しくて硬いので、そこを取り除いて、あとは粗めのみじん切りにしてください。そしてつぼみの部分に関しましても適当にざく切りしてください。そして今回ブロッコリー以外にとろけるチーズ、しらす、玉ねぎ、小ネギ、こちらの4種類を加えてます。さらにですね、卵も加えることで食べ応えのあるボリューミーな仕上がりになります。ただですね、ちょっと具材の量を少なくしたい場合はブロッコリーとあとはチーズだけでも OK です。その場合はね、チーズは 50g ほど入れていただいてもいいかなと思います。そして焼く時のポイントです。焼く時は今回私はね、直径 24cm のフライパンを使ってます。この全量だとね、24cm のフライパンがおすすめです。ただね、ちょっと小さく焼きたいなという時は 20cm のフライパンで半分ずつ焼いていただいてもいいかなと思います。そして焼く時なんですが、最初は蓋をして弱火でね、じっくり焼いてください。片面の焼き上がりの目安としてはブロッコリーの色味が鮮やかになるぐらいですね。そのぐらいを目安に焼いてみてください。ただね、焼いてる部分が焦げないようにだけ注意していただけたらと思います。そして裏返す時なんですが、今回私はね、フライパンの蓋を使って裏返してます。取っ手のついてるフライパンの蓋があればそちらでやっていただいてもいいですし、あとはちょっと大きめのお皿を使っていただいても OK です。ただ裏返す時はですね、やけどしないようにだけ十分に注意するようにしてください。そして片面もですね、焼き色がつくまで焼いてください。裏返した後はね、少し押さえつけていただくことで片面もね、カリッとした仕上がりになります。あとはですね、お好みの大きさに切って召し上がってください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はブロッコリーガレットを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。